ブレードファンの皆様、こんにちは。本日ね、紹介するナイフは、こちらのね、モデルです。このね、持ち手からね、いかにもといったね、独特のね、インテグラル構造のタフネスマックスというね、実は私ね、紹介したことがあるんで、またそれかよっていう風にね、ちょっと違うんですよね、モデルがね。私がね、以前紹介したモデルっていうのはこちらです。実はね、こちらのモデルっていうのは、友人から借りているモデルになります。開けましょうかね。こういうね、ロングブレードモデルです。これ私がね、以前から持っていろいろね、修正とかね、削ったりしてあるモデルなんですけど、こういう感じですね。インテグラル構造のタフネスマックス、それが2本。こう並ぶとね、相関というか、独特のね、こう雰囲気をね、醸し出してくれるような感じなんですが、まあすごいナイフですよ。強靭な。この特筆すべきはやはりね、このインテグラル、一体構造ですよね。凄まじい剛性を持ったナイフです。アスラナイフス、萩野力さんの渾身の一刀というかね、そういったナイフですね。ちょっとまあ経緯から話していくと、このね、ナイフを持ってて、で、友人がね、このナイフを、まあ、こう見て、使ってみて、これはいいなっていう風に感じたらしくて、それをもとにね、萩野さんにね、ブレードの長さをね、変えてもらってるみたいなんで、すごいですよね。ロングブレードモデルっていうことでね。このモデル、私、こうね、使ってみて、まあ、刃先のね、角度なんかが、木をね、相手に削ったりね、してみますと、まあ、刃先の角度が、まあ、関係して、削るのはね、少しね、他のナイフに分はあったんですけど、まあ、けど、こういうね、インテグラル構造ですし、まあ、叩いてもね、何してもまあ壊れないだろうというかね、強靭さをね、持ったような、すごいね、まあナイフですよ。それのロングブレードバージョンといったね。私がね、このナイフを知ったのはね、ナイフダイジェスト2022年版の表紙にね、こう出てたんですよね。このね、まあハンドルの形状、あとこのインテグラルのこのね、ナイフのまあ美しいデザインというか、これに打たれましたね。少し時を置いてというか、で、博多のナイフショーですか。現場でね、販売してたんで、鋼材は大同特殊鋼製の DC53 っていう、冷感ダイス鋼。ダイス鋼なんで、金型材料、そういう成形材というかね、自動車関連とかね、ああいった関係では、で、HRC が58から59に焼き入れをしているそうです。で、DC53 っていうのは D2 とかいうね、鋼材に比べるとやや錆びやすいということなんですけど、耐摩耗性に優れていて、人生はD2 の約2倍かけにくく、疲労強度も 20% ほど優れているというね、タフユースにも耐えられるというようなことですね。だからまあ使った後は少量のオイルをね、こう塗ってメンテナンスをね、していくっていうのかな。大事。DC53。硬いんでしょうね。だから少しね、萩野さんと話したことはあるんですけど、まあ削る作業というか、もう気合ですっていうふうにね、言われてたのを、まあ、思い出すんですが、本当にそのぐらい硬いから、頑張って削って、で、なおかつその後にね、焼き入れに出して、もっとね、こう硬くなるというかね、強靭さを手に入れたような鋼材だと思います。私これを実際に自分自身で、こんなね、ヒルトの周りとか、形成をちょっと整えたくて、あと、先端の方のね、ちょっと削りとか、このスエッジの方はね、ちょっと左右のね、均衡をね、まあこの辺ちょっと削ったりとか、この辺のね、丸みというか、この辺ツルツル磨いたりとかね、整えたりとかしてるんですよね。焼き入れ後というか、HRC コードでいうところの58から59っていうね、硬さは身に染みてね、わかります。硬いです。最近AK47 のね、まあモッドカスタムというか、コールドスチールの AK47、47ね。穴をまあ追加したりとか、拡張したりとかね、ハンドル材変えたいからそういう風にやったんですけど、まあ、硬い。焼き入れされた後の鋼材はね、ほんと硬くて、穴開けるのほんと苦労してました。まあ、結果的にはコンクリートドリル使って少しずつね、拡張してというかね、穴を開けたんですけど、まあ、硬かったです。まあいいや。そんな感じで。まあ、硬さについては身に染みてね。まあ、そんなことをやるとね、よくわかりますよといった感じで。スペックいきましょう。重さからね、いきますが、こっちがいこうかな。こちらのね、タフネスマックスの通常モデルとかいうか
かね。そちらの方は 273g です。はい。で、こちらのモデルね、ロングバージョンは 333g。結構重ためだと思います。比較として何かちょっとナイフをね、用意してたんで。まずはね、最近ね、購入しているマカリさんのね、このシーアリゲーター。早速ね、ちょっとシースの方は、ドットのアタッチメントをつけて、で、ここの方をね、ちょっと曲げてやって、こうやってね、取り出しやすくさせてもらいました。この辺の形成がね、一癖というか、熱をこう帯びるとヒートガンなんですけどね、温めるとぐにゃぐにゃにね、ものすごく柔らかくなっちゃうんで、これ難しいんですよね。この辺の形成をしながらというかね、やってみればまあわかるんですけど、こちらと、これに出てもらおうかな。ブラボーね、1.25 っていうね、これの重さは、シーアリゲーター 259g。まあ長さ的にはちょっとまあ近いものがあるかなと思って出しました。ね、重さ全然こっちの方がね、重いですね。259に対して333だからね。あとこっちは282です。ブラボーね。の 1.25。259。282。こっちの方が重いっていうことですね。で、これね。333だからね。重いですよね。うん。違う違う。60だから40の30だから70か。70g ぐらい。重いんですよね。こっちの方がね。長さ的には、こうだからね。こういう風に。これとこれ2回やってるんですけど、重さ的にはこれが中間でね、重いみたいなね、感じですよね。282ですか。50g ぐらいこっちの方が軽いという感じで。そんな感じの重さですね。272。これが272か。まあまあ、重さ的にはこれとこれがね、結構ね、似てる。まあ結構タフネスマックスってだから、重いんですよね。こういう構造なんで。まあだけど丈夫ですよ。そういうね、そういう性格をね、持ったナイフなんで、重さについては、まあそんな感じですね。これまあシーアリゲーターかっこいいですよね。はい。最高です、これはね。で、まあ、ブラボーちょっと引き合いにね、出したいと思います。通常のね、ブラボーっていうモデルがね、ブラボー1っていうモデルが、スペック的には全長が230ということなんで、このね、タフネスマックスの通常モデルの、このモデルより少しね、ハンドルが長くなるんだと思います。こんな感じでね、若干ハンドルが、これだと、まあ少し長めですよね、ブラボーの方が。ブラボーの波長がね、108なんで、少しだけ長いのかな。うん。少しブラボー1っていうモデルの方が、タフネスマックスの通常モデルより長くなるんですけど、まあイメージとしてはこんな感じでね、いいと思います。大きさ的にはね。こんな感じのサイズ感というか、刃の部分というかね。で、1.25 っていうのは私持ってるんで、こんな感じですよね。で、1.25 に対して、今回のこのタフネスマックスっていうのは、まあ、ブレードがね、長くなるんですよ。これっていうのが、ブラボーでいうところの、バークリバーの 1.5 っていう、ね、モデルがあるんですよね。それが、長さ的には波長が 146mm っていうことなんで、こちらの方がね、140ちょうど6ぐらいか、7ぐらいか、このね、ヒルトの部分までなんですけど、そんな感じなんで、このね、モデルとサイズ感というかね、感じに、若干ハンドルについては違いがね、出てくるというか、違いはあるんですけど、若干やっぱりね、少し短いのかな、タフネスマックスの方がね。だから、まあ、サイズに関しては 1.5 っていうね、ブラボーのちょっと長いモデルね。それとね、同じぐらいのサイズということでね、このモデルは。14.5 か。友人から聞いてるんですけど、タフネスマックス 14.5 っていう風にね、言ってたんで、まあ、145ミリなのかなですよね。その辺のスペックで注文をね、したんだと思います。まあ、オリジナルというか、まあ、カスタムナイフになると思うんですけど、まあ、特注品なんですよね、実はね、これがね。そうだ、アスラナイブスって言ったら、カホナンさんかな、サバイドルナイフだったかな、そのモデルを作ってあったりとかで、有名ですよね、多分ね。確かそのサバイドルナイフが、このぐらいのね、長いサイズのものがあったような気が
します。ちょっとごめんなさい、その違いがあったらね。だけど確かね、長いナイフをなんか使ったりとかね、まあ多分好きだと思うんで、キックナイフとかでも長いモデルとかね、こう扱ったりとか、長さをね、再度いきましょうかね。だから全長は260ミリ、波長は146、7ぐらい。だから有効波長としては、刃がある部分ね、145ミリ内ぐらいかな。144とか、そのぐらいですね。はい。で、参考までに、私が持ってるタフネスマックスは全長217とか、波長は104ミリぐらい、有効波長が100ミリぐらいかな。100ミリぐらいですね。そんな感じです。タフネスマックスのハース見ましょうか。いつも使ってる三つ豊のやつちょっとね、別の場所あるんで、これね、神話さんのやつね。まあ私これもよく使うんですけど、これね、ゼロがね、一回一回毎回これでね、出し直さないといけないから、それがね、ちょっと面倒。三つ豊のノギツはね、ゼロをね、こう記憶してくれるんで、すごい性能いいんですよ。まあ全然これでことは足りるんですけど、細かい話なんですけど。はい、ハーツいきます。ハーツは、これ 4.9 ですね。通常モデルね。4.9 ミリ。はい。で、ロングバージョンね、どんくらいだろう。同じですね。4.89 だから 4.9。うん。で、先端に従って若干こう薄くなっているけど、結構ね、厚みがこう帯びてるような形で、先の感じはこんな感じ。両方見ると、左側のね、スイッチがついてるのは私の方でなんですけど、こんな感じですね。うん。まあ、結構似てるのかな。で、こんな感じね。このジンピングのね、独特の感じっていうかね、ここのちょっと左右のね、こういう風に違いはね、見られますね。こっちは私のね、短い方。まあ、こんな感じでね、広く取られてるみたいなね、感じで。あと、ハンドルに関しては、こんな感じ。ね、長さの方は、まあ、サイズ感というか、まあ、ほぼ一緒ですよね。こんな感じです。ね、一緒。うん。で、幅もね、まあ、一緒です。若干違うかもしれない。ヒルトが少し長いですね。こんな感じで。ね、ヒルトが長くなってる。あと、少し形成については、この辺の、なんていうのね、この R の取り方というか、ちょっと測りましょうか。若干、幅がね、あるので、握り心地としては私のまあ、手のサイズから言うと、こちらの方がいいですよね。ただ、こちらも悪くはないんですけど、ちゃちゃっといきましょう。幅はね、交際の幅は 13.5、12、13.5。だから13.5、そのあたりの 13.5 ミリですね。鋼材からこうね、削っているんだと。削り出してね、インテグラル構造で出してるんだと思います。これ、厚い部分で、ヒルトの部分ね、今測ってるんですけど、13.5 ですよね。あと、この辺かな。この 13.5 ですよね、この辺がね。13.55 だから、鋼材は同じ厚みの鋼材からこう作っているということですね。ハンドルの幅に関しては、この辺が28とかね。この辺がね、28。で、こっちに関しては、こちら31とかありますよね。こんな感じの違いがあります。幅がね、若干3ミリか、そのぐらいかな。少し広いんですよね。持った感じはね、いいですよ。こっちの高さがあるんで、まあ、少し薄いんですけど、こっちの高さの分でね、こう稼いでて、まあ、握り心地としては悪くはないとですね。こんな感じです。で、バークリバーのナイフは、高さがないんですよね。幅がこれでね、あるんですけど、実は私が持ってる同じく材のデザートアイアンウッドのバールのオーロラのコンベックスバージョンが一番ね、こうね、幅が厚くて、私握りいいんですけど、バークリバーのナイフってね、この幅がね、ちょっとないので、その辺がね、ちょっとねっていうのが私なんですけど、あるんですよ。もう少し幅があったら、よりいいなと思ってるんですけど。まあ、このナイフっていうのは、こういう風にね、幅があるんで、うん。だから幅の方で稼いで、握りはね、しっかりグッとね、
握れる感じでいいです。まあ何せよこういうね他にね類をこう見ないというか、タフネスマックスってねもうこの一体構造ですよね。1枚の1つのね厚い 13.5 ミリ厚ぐらいのね厚い PC53 の鋼材から削り出してナイフを作っているというねインテグラルの構造のナイフってすごくね製作難易度もとても難しいらしいんですよ。私この一本ものそんなねインテグラルのナイフなんで作ったことないんで分かんないんですけど、手のかかるというかねほんと削りがやっぱ一番大変なんだろうなとは思うんですが、フライスとかもね併用しながらこうでガンガンこうで削っていかないと、まあとてもベルトグラインダーだけじゃね大変なんだろうなと思うんですが、削るのとにかくまあ削る量が多いんでもうほんと萩野さん気合だっていうね気合でやってますみたいなね、まあすごいなと思ってねパワーをもらいましたね。だからそういうパワーを感じるねナイフだと思います。グラインドの状態はこんな感じのまあコンベックスグラインドなんですけど、ハマグリ刃ねこの辺までね真ん中あたりまではここねフラットに来てて、この辺かなから削りがねこうぐーっとね削られてるんですよね。こんな感じだからここフラットでこっからこうギュッと落ちてて、結構コンベックスのカーブはきつめのカーブになってますね。こんな感じです。先端はもう一個ねこういう風にグッとねこう来てたらまたカクッとね削りを入れて、まあより鈍角にねなっているのが分かります。こんな感じのまあ刃は強靭だと思いますね。だから硬い木なんか叩いても大丈夫なのかなとは思うんですけど、私の方のモデルはこんな感じで結構ね上の方から、フルハイトグラインドまで行くのかな、かなり上からこういう風に研ぎがこう入れられてて、でぐーっと下がっていってこんな感じの R になってるんで、グラインドは違いがありますね両者ね。こんな感じです。ぐーっとねまあ結構上の方からね削られているのが分かります。フルハイトグラインドになるのかもしれないな。いや若干まあだけど結構フラットの部分あるのかな。こんな感じでこの辺ぐらいかな、ぐーっともう削られてるんでかなり高い位置からコンベックスね削りが入れられてて、で先端の部分はちょっとねこう鈍角気味のよりね刃がついてあるんですけど、まあこっちの方はこうねしっかり中間あたりというかこの辺までですか、フラット部がね分かりやすくねあります。それからぐーっとねこうコンベックスで削られてるような感じのブレードですね。先端の方はまあこんな感じですね。こんな感じの、グラインドです。まあ総評としては好きな人は刺さるナイフという感じじゃないでしょうかっていうふうにね思いますが、まあ、私はどうしてもねこのナイフ気になってて、1本ね、欲しくて博多のねブレードショーでお会いした時にね直接お話もできて購入もねすることができたんで、はい、持ってるねこういう気に入ったねナイフなんですけど、結構私ね長いナイフ好きなんでこのぐらいのねやっぱサイズ感というかこういうモデルもいいなとは思いますね。迫力はありますよね。大きめのね木をこう割ったりとか、あとこうやって叩いてね剣ナタみたいなね形でガンガン使っても壊れることはないというか凄まじい一本だと思います。タフネスマックス。あとシースかな。最後シースはねタフビロンかな、カイデックスなのかタフビロンなのか、タフビロンじゃないかな、ちょっと分かんないんですけど、そういうね樹脂形成というか熱を加えてね形成できる、形のシースでこんな感じで収まりもよくねパチッとねできています。ここに関しては、そこまでねシースに関してはね手を
かけて作られているわけではないような感じのね。私実はここね、ちょっとね手を加えてこういう風にやってるんですけど、まあね、シースこれに関してはまあこんな感じでね、こんな感じのシースになってます。こだわりがある人はね、別でね、まあシース作ってもらったりとか、そういうこともねできるんで、まあいいかなとは思うんですけど、まあ、こっちのピッチに関してはちょっと気をつけた方がいい。まあ私が普段よく使ってる、要はさっきの紹介してたこういうね、シスとか汎用的なこのねピッチがあるんですよ、取り付けのね。このピッチとはちょっと違うピッチなんで、もしその、まあ、萩野さんにねお願いっていうか、まあ、作ってもらうようなねこと考えられてる方は、アタッチメントのね取り付けとかももしね考えているんだったら、先ほどのドットのねこういうねごくごく普通の、まあこのピッチが大体一緒なんですよ、ほとんど他のねやつとかも。だからこのピッチにしてもらった方がねいいのかなと思うんですけど、まあ紹介せっかくなんで紙を切ってみましょうかね。A4 の紙です。どうかな。ああ、なるほど。これ実はね箱出しじゃないんですよね。その友人が結構ねガンガン多分どの程度使ったのかちょっとわかんないんですけど、全く使ってないことはないと思うんで、まあ切れるとこは切れるけど、若干こうねこう立ってる部分はあるというか、まあ細かいマイクロチップなのか、そういった感じ。入りがねちょっとあれなんでスッと行くとこは行くんですけど、まあこんな感じです、ね。まあ研げばねっていうね、研がないとねっていうことなんですけど、そもそもこのナイフはね細かい切れ味みたいなねところをね求めるようなナイフではないと思ってるんで、私の方はね、まあ本当叩き割るというかね、そっちの方に振った性格のナイフなんで、鋭さみたいな部分はねそんなにこう求めるようなナイフではないとは思ってるんですけど、まあこんな感じです。切れなくはないけど、まあ研げばねそういう風な発見すればもちろん切れるようにはなりますが、現在のところはどちらにしろかなり鈍角めのね刃付けで研ぎはされていますので、こんな感じですね。ではね、タフネスマックスのロングブレードバージョンの紹介でございました。またよろしくお願いいたします。それではまた。